どうもこんにちは。今日は僕の革靴コレクション全部一挙に紹介したいと思います。僕は靴を今作ってますけど、靴を作り始める前から革靴のコレクションをずっとしてまして、基本的にヤフオクとか古着屋さんとかに行って中古の靴を買ってきて、で履いてちょっとねサイズ合わなかったりしたら売ってというのを繰り返して、おそらく計300足ぐらいは買ったと思います。もう本当に自転車操業で稼いだお金を全部突っ込んで靴のコレクションをしてましたね。で靴を作り始めてからも全然買わなくなったので、コレクションもだいぶ減ってきて、今ここにあるのが61足ということで、じっくり1足ずつ説明したいところなんですけど、かなり足数が多いので軽く僕の持っている靴を見てもらえたらなと思います。こんな感じでざーっと並べてみました。これだけ並ぶとかなり壮観ですね。こんな感じの明るい茶色の靴から変わった色の靴、濃いめの茶色、黒、後ろの方には茶色のブーツ、黒のブーツなんかを並べてます。じゃあ1足ずつ紹介していきたいと思います。1足目はこいつ。これはトリッカーズのストー、代表的なカントリーブーツの黒です。かなりサイズはギチギチだったんですけど、履いてるうちにだいぶ馴染んできました。黒なかなか見ないですけど渋くてかっこいいですよね。次は吉原長谷川のモンキーブーツです。黒のボックスカーフを使ったモンキーブーツですごいドレッシーなイメージがありますよね。ソールもかなり細くてエレガントです。こんな感じでかなり気に入ってるんですけど、若干サイズが大きいのが今のところ難点ですね。次は谷のクリスチーのジョッパーブーツ。谷のクリスチーはもう廃業しちゃったんですけど、イタリアの高級メーカーでものすごく革質がいいです。ツヤツヤのしなやかな革で履いてても気持ちいいですね。末系製法ですね。これ革靴と言っていいのか微妙なんですけど、ほぼ革でできてるスニーカーで、エンダースキーマのミップ4ってやつですね。エアジョーダン4のオマージュです。この靴はイタリアのモレスキーです。もともとこれぐらいのショート丈のレースアップブーツだったんですけど、自分でカットしてこんな感じのツイード生地をねシャフトにくっつけてみました。そんな遊びをやってみた靴です。これはダナーのマウンテンライトですね。もう思いっきりトレッキングブーツでガチガチに登山靴として使ってます。これで南アルプス、北アルプスなんかをがっつり登りました。ちょっとね森で履いたんで汚れてますけど、かなりタフなゴアテックスの靴です。はい、こいつはルーディックライターのムートンブーツですね。これも森の作業でめちゃめちゃ使ってるんで粉だらけになってますけど、もともと黒い靴です。で中がこんな感じでムートになってすごくあったかいので冬に重宝しました。そろそろ磨きます。これは最初に紹介した黒のトリッカーズと同じくストーかなの真っ白なやつですね。さっきの靴と型は全く同じなんですけど、アッパーが白でソールがナチュラル系の色になってますね。なかなか見ないトリッカーズですね。この靴はラルストンヘルスシューっていう1920年頃の靴です。もうおよそ100年前の靴で、もう本当にアンティーク品です。本当にオールドスタイルのバルモラルブーツ、革が恐ろしくきめ細やかですね。100年経った今も全く問題なく履けます。これはオールデンのコードバンブーツですね。コードバンなんですけど、スコッチグレインコードバンで型押しがされているコードバンですね。かなり珍しいと思います。色はマホガニーかな。で、シャーマンブラザーズっていうお店の別注品です。結構幅が細めなんで、かなり割とスタイリッシュめに見えますよね。キャプトブーツです。この靴はグレンソンです。1980年頃のグレンソンで、状態はあんまり良くなくて、この辺にクラックが入っちゃったんで、ちょっとこんな感じで当て側の補修を自分でやりました。ちょっと変なアバンギャルドな靴になってますね。ジョッパーブーツです。この靴はジョン・ロブのローリーというモデルで、サイド側ブーツですね。色はバーガンディで7000番のラストです。イギリスのノーサンプトンのファクトリーショップに行って買いました。一応リジェクト品なんですけど、リジェクト理由は全然わからないぐらいジョン・ロブらしい美しさですね。この靴はジョン・ロブのエドリンというモデルで、昔ジョン・ロブがねプレステージラインでエドリンっていうモデルをボノーラに別注して作ってたんですけど、それの復刻版みたいなもんで、ちょっと詳細はいまいちよくわかんないんですけど、スコッチグレインカーフを使ってスキンステッチなんかもかなり多用している技巧的な靴ですね。製法はイギリスのカントリーブーツでたまに見かけるウェルトション製法ですね。この靴はトリッカーズの U チップブーツ、名前は分かんないんですけど、色はマロンですね。雨の日専用で履いてるんでかなりやれてるんですけど、トリッカーズらしい味が出てきてるかなと思います。
この靴はポール・スミス別注のトリッカーズです。ロガーブーツということでちょっと丈が長めですね。この靴は前靴職人の技ということでがっつり磨く動画を出しました。コバまでピカピカになってます。この靴はですね、下北沢の古着屋に埃かぶってたんですけど、ノーブランド品のアメリカ製ということで置いてあったんですね。1万5000円ぐらいで新品で買ったんですけど、かなり質が良くてアウトドアなんかではかなり活躍してますね。ソールはこんな感じでビブラムソールを自分で貼り付けて雨も泥も気にせず履いてます。この靴はマルモラーダのトレッキングブーツですね。底付きはノルベージェ製法で見た目は思いっきり登山靴なんですけど、アッパーが手染めのカーフを使っているということでごつさもありながらどこかね色気も漂ってるかなり気に入ってる靴ですね。この靴はハンガリーのバーシュのコードバンのブーツです。ホーウィンの昔のコードバンを使っているようでかなりぬめっとした光沢感がありますよね。で木型もブダペストラスト、つま先にボリュームがあって内ぶりめな東欧系らしい靴です。この靴はリーガル東京の新規規格を使ったコードバン着火ブーツですね。新規規格ならではのこの透明感のある光沢のコードバンがすごい美しくて気に入ってます。この靴はアレン・エドモンズのプレントですね。モデル名はリーズ。ホーウィンのブラックコードバンを使った靴でかなり色抜けしてきて緑っぽくなってるんですけど、めちゃめちゃコードバンの質が良くてすごく艶やかで若干エナメルと間違えちゃうようなぐらいの光沢感を放ってます。これはちょっと革靴に含めていいのか分かんないんですけど、一応革靴メーカーの靴サンダルということでミロ・ボノーラのレザーサンダルですね。これは自作のアザラシの革で作ったノルベージェ製法のサンダルです。ものすごいライトに履けるんでちょっとした時とかあと車で運転する時なんかにめちゃめちゃ使ってます。サンダルなんですけどあんまり涼しさはないですね。この靴も同じく自作のダービーです。馬革を使って作りました。もともと緑の革だったんですけどちょっと黒くついてねこんな感じになってます。この靴はジョン・ロブのルフィールドですね。8000番ラストを使ったプレステージラインでめちゃめちゃエレガントな仕様ですね。革は一応ミュージアムカーフでほとんどムラ感わかんないですけど若干グレーっぽい雰囲気がありますね。ジェームズ・ボンドが履いた靴らしいです。この靴は大阪のボンターで作ったビスポークです。木型を作ってもらってくぶ仕立てで仕上げた靴ですね。デザインはショートウィングキャップのロングバンプという感じで割とビスポークならではの雰囲気ですよね。で革はちょっと紫っぽいですね。これボナウド社のカーフでインクっぽい色の黒に黒のクリームを入れることでこんな感じの雰囲気が出てます。こちらは谷のクリスチーのクロコダイルローファーですね。伊勢丹の別注モデルかなんかみたいでマルフのクロコダイルがめちゃめちゃ迫力があります。谷のクリスチー今ないんでねかなり希少な靴なんじゃないかなと思っています。この靴は自作のクロコダイルローファーですね。さっきと違って竹譜です。四角めな場所を使いました。モカ縫いは手縫いでやってますね。こんな感じのクロコダイルローファーです。こちらジョンストン・マーフィーのクランアリストクラフトのキャップ等ですね。80年か90年頃のものなんですけど革質がかなりいいです。はい、こちらジョン・ロブ・パリのビスポーク品です。僕のビスポークではないです。中古で買いました。デザインはシンプルなプレーン等でさすがビスポーク品は恐ろしく革質がいいですね。ちょっとサイズが合ってないのでこれはね調整したいなと常々思ってます。この靴はフラテッリ・ジャコメッティのローファーです。ホースバットを使ったローファーで味出しローファーとしてかなり人気がありますね。この靴はもともとネイビーだったんですけど黒クリームでケアしたりニュートラルでケアしたりなんかしてたらどんどん色抜けがしてきてなんかネイビーなのか黒なのか茶色なのかわけが分かんなくなってます。かなりラフに履いてるんでがっつりシワも入ってるんですけどかなりいい味が出てると思います。はい、この靴はウエストの180シグニチャーローファーですね。もともと焦げ茶っぽい脂肪革だったんですけどちょっと色があせてきたんで黒く染めました。ウエストの旧ロゴです。でオールソールもリッジウェイに交換して雨の日でねがっつり履けるように自分でちょっとカスタムした靴ですね。この靴はアメリカのハノーバーです。1950年頃のヴィンテージシューズでデザインがかなりヴィンテージっぽい感じですね。はい、この靴はポール・スチュアートグレンソンのマスターピース別注です。フロント部分がチャンのスムースカーフ、後ろがスウェードという感じで、結構おしゃれな靴です。ちょっと今片っぽ靴ひもないですけど、一応グレンソンがエドワード・グリーンを意識して作った上級ラインみたいですね。この靴はイタリアのストールマンテラッシのマッケイ製法のローファーです。イタリアらしいローファーですね。はい、この靴はステファノ・ベーメルのプレントです。めちゃめちゃツヤツヤですけどこれはガラスレーザーなんですね。ガラスなんですよ。かなり質の良さそうな感じでツヤ感とかもなんかすごいコードファンに近い感じがしますね。さすがステファノ・ベーメルといったところでかなり作りはしっかりしてますね。
この靴はクロケット・ジョーンズのハンドグレードラインのトースターというモデルですね。デザインは外羽のフルブローグですね。もともともうちょっと茶色っぽかったんですけど、少しバーガンディっぽく染めました。この靴はバーシュのフルブローグです。これイギリスに行った時にアスコットシューズに行ってなんていうか買わされたみたいな感じですね。ちょっと楽しくなって買っちゃいました。木型 U ラストです。この靴はストールマンテラッシュのノルウェージェ製法のダービーですね。茶色に黒で手染めしてあるような革でかなり雰囲気があって気に入ってます。つま先のボコボコ、これはシャドウステッチは飾りですね。この靴は自作のサイドエラスティックシューズです。内側のみのサイドエラスティックになってまして、ぐるっと螺旋状に巻いて作るアップルピールパターンというやつですね。フルブローグミュージアムカーフで作ってみました。この靴はアメリカのアレン・エドモンズのブレントウッドという靴で1970年頃のものです。もともと茶色かったんですけど、色が合わせてきてたんで深緑に染めてしまいました。僕を靴の沼にはめた張本人ですね。この靴は自作の U チップダービーです。革はアノネイのアルカザールという革のネイビーを使って作りました。シームレスヒールでかなり贅沢にパターンを取った靴ですね。この靴はフレンチシュライナーというアメリカの靴で1950年頃のヴィンテージ品です。白のヌバックと黒のカーフでスペクテーターシューズですね。この靴は谷のクリスチーのスリッポンです。ベビーカーフを使った靴ですごくね革質が良くて光沢感が素晴らしいですね。マッケイ製法の靴です。この靴は自作のフルブローグです。ホースバットで作りました。ちょっと最初の頃の作品であまり正直ね出来は良くないです。この靴はカナダのハートの靴ですね。1950年頃のヴィンテージシューズです。ソールが迫力のトリプルソールでステッチが40ぐらいのステッチになっているもうド迫力の戦車みたいな靴ですね。この靴はアーノルドという靴です。イギリスだったかアメリカだったかちょっと忘れちゃったんですけど、昔あったアーノルドという会社の靴ですね。ワークシューズということで革はガラスっぽい革、底はゴム底なんですけど、1950年代ということもあってワークシューズなのになかなかね作りが悪くなく革も悪くなく昔の大衆物の良さを感じさせる靴ですね。この靴はバーシュのキャップトーです。もうちょっと色が薄かったんですけど自分でなんとなくこんな感じに染めちゃいました。木型 F ラストです。はい、この靴はエドワード・グリーンのウィグモアというモデルですね。フルブローグのスリッポンで革がバーガンディですね。かなり革質もよく履き心地もよく、さすがエドワード・グリーンだなと思わせるような靴ですね。この靴はジェーム・エストンの180シグニチャーローファーの、白とバーガンディのコンビですね。これも先ほどと同じく旧ロゴです。すごいフレンチなおしゃれな靴で気に入ってるんですけど、なかなかちょっと古くて結構寿命が来てるかなという感じがします。この靴は先ほどの靴と同じくフレンチシュライナーの靴で1950年頃の靴ですね。さっきのと全く同じサイズも同じ色違いですね。スペクテーターシューズです。はい、この靴はスウェードの靴自作です。スウェードのセミブローグです。かなり明るめのスウェードと白を基調にして作ってみたんですけど、あんまり出来がね満足いくものではなく全然履いてないです。こんな感じのソールですね。この靴はジョン・ロブのバロスです。1990年頃の靴でクロケット・ジョーンズに製造委託してた頃の既製品ですね。クロケット・ジョーンズの人気のモデルモールドンの元となったモデルですね。非常にカントリーな仕様でめちゃめちゃ気に入ってます。この靴はジョン・ロブのオーカムというモデルでツーアーレットの U チップダービーですね。革がスカイブルーミュージアムカーフ、水色っぽい空みたいな色のミュージアムカーフでかなり特徴的です。この靴どぎついんですけど、これ実はアレン・エドモンズです。アレン・エドモンズのタッセルローファーだったんですけど、もともと白かったんですけど黄ばみが激しかったのでちょっと遊びでねこんな真っ青に染めちゃいました。全然履かないんですけどすごくね染めるのは楽しかったですね。この靴は自作のギリーダービーです。本当に初期の初期、一番最初に作った靴ですね。アナネイのアルカザールという革で作りました。この羽の部分が特徴的ですね。この靴は自作のコードバンダービーです。新規規格のコードバンを使って作りました。めちゃめちゃ履き心地が良くて今ほとんどこれしか履いてません。結構ラフに履いてるんで傷とかもねバンバンつくんですけど、どんどんエイジングしていってくれるのを楽しみに履いてます。この靴はシルバーのラッタンジの靴を分解してアッパーだけを再利用して底付けをやり直した靴ですね。ノルウェージャンウェルト製法で作りましてかなり武骨な雰囲気になってます。
もともとあまり履き心地の良くない靴だったんですけど、自分の木型に合わせて作ったのでめちゃめちゃ履き心地が良くなって、コードバンの靴の次に履いてます。この靴はフラテリ・ジャコメッティのダービーなんですけど、分厚い馬革を使ってハンマーでボコボコに叩いたという靴ですね。独特の雰囲気があってものすごく気に入ってます。ツヤ感もめちゃめちゃ出るんですよね。この靴はイタリアのボノーラのローファーです。他人試しの革を使ってまして、すごくエイジングがいい雰囲気ですね。ローファーのモカ縫いなんかのステッチもかなり細かくて、イタリアらしいハンドメイドの雰囲気が漂う靴です。この靴は自作のローファーです。もともとベージュだった革を手染めしてこんな感じの雰囲気に仕上げました。モカ縫いは手縫いでやってますね。シームレスヒールです。はい、この靴はエドワード・グリーンのピカデリーというローファーのアンライニングモデルです。赤いヌバックを使った靴で、イギリスの靴なんですけど、どこかフランスな雰囲気も漂ってますね。はい、ということで僕の靴全部紹介してみました。一個一個の説明なるべく短くしたつもりだったんですけど、これだけ即数あるとなかなか大変でした。コレクションを一気に紹介したことがなくて、自分でも何足持ってるか正確に把握してなかったんですけど、こうやって並べてみると、そうそうこの靴ってこういう思い出があったなみたいなことをね、思い出せて楽しかったです。これだけあるんですけど、これでもかなり気に入ったものだけを厳選して選び抜いたやつらなんですけど、正直あんまりね履く機会がなくてもったいないんで、整理していかないとなというふうに思ってます。これだけ靴をたくさん買っていろいろ見たおかげで今の靴作りにねつながってるのかなという気がしているので、この靴たちをしっかり見て学んで靴作りにさらに活かしていきたいと思います。じゃあ今日はこんな感じで僕の靴を全部紹介してみました。また次の動画でお会いしましょう。